このかげろうをねやっぱり使ってみたいなっていう結構珍しいグレーの積層強化木ですけど、これだけ通気性良ければこれダイヤモンド型の砥石になって切り方が分からないんだけど、だからやってみよう。すげえもう恥ずかしめしかないよこんにちは。こんにちは。丸山です。平岩です。今日はですね、はい、旬がですね1月にたくさん新製品が発売することになりまして、ちょっと簡単に商品の紹介をしていこうかなと。旬ブランドでこんなにまとまって包丁と包丁の周りの商品を出すことは、かなりレアなんで綺麗じゃない？いや、カラバリとこれ近くで見ると、すごくキラ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 してるギャルみたいな。ギャルだね。ギャル包丁がですねこちら、かげろうという新シリーズになりまして、かっこよくない？いや、このラインが目にいっちゃうっすよねこれ。アクセントにね。でこの包丁は真ん中のところに銅のラインが入ってるんですけど、弊社の扱わせてもらってるコンポジットという技術で、こっちから上の鋼材と下の鋼材が別の鋼材を使っていて、それを接合して一つの包丁として使うっていうものなんですけど、ラインから下のなみなみの模様が入ってるところですね。ここがかげろうっていう名前の由来にもなっているような模様になってるんですけど、ここがですね切れ味のところにつながってくるんですけど、コアレス材っていうこのコアレス材が切れ味がめちゃくちゃいいのよ。2種類の鋼材が70層になってるのがコアレス材で、ダマスカスとか、70何層とかいろいろあって、真ん中に芯材が絶対あって、でその周りに層が30層30層とかってあるんだけど、コアレスは名前の通り芯材がないの。あ、そのコアレスなんだ。そうコアがないっていうのがコアレス材で、 VG2 と VG10 っていう鋼材があって、細かく言えばもういろんなその VG2 が出てたり10が出てたり、要は芯材がないからそれがランダムに出てるっていうのがコアレスなのよ。めちゃくちゃ切れるよコアレス。であとはね、ハンドルとかがね結構珍しいグレーの積層強化木で、グレーかっこよくない？なんか結構ヨーロッパ的に僕は思っちゃったんですけど、ヨーロッパの結構牛の角じゃないけど、なんかそういうイメージの色をそうちょっとわからないねヨーロッパっぽいと思いましたでこれが8シェフのサイズですね。であとはパン切りとか菜切りとか、三徳、ユーティリティ、パーリングと、主要な機能を6アイテムラインナップしてるっていうシリーズですね。気になる？どうしても外観に目いっちゃうんだけど、この口がねもこだわり感じるなと思って。そう、これはねアメリカのねデザイナーがデザインしたデザイン。この形も結構特徴的よね、尻金のね。収納した時にね入るもんね。そう海外はやっぱナイフブロックに収納するのが基本やから、刺した時に旬のロゴが見えるように尻金にもブランドロゴが入ってる。こちらまな板とナイフブロックがあって、この2つは共通点があって、ナイフブロックもこっちから見たらあんまり分からんけど平行四辺形型になってます。でまな板もこういう形で平行四辺形となってまして、これがですね旬は包丁でシャープな切れ味を持ってるんで、この斜めのカット、こういう形でシャープな切れ味を表現しようと。まな板に関しては形だけじゃなくて、持ち上げる時にこっちの面を持つことで持ち上げやすい、みたいな。逆にしてもこうやって持ち上げれる。でまな板はヒノキで、ナイフブロックもほぼヒノキなんですけど、ナイフブロックはこの上の色が違う部分がで刺す時に当たるじゃない、こういうところが。ヒノキだとそこがへこんでしまったりとか、刃先が当たった時にすごい傷ついてしまうんで、この上の部分は硬い木を使いたいということで広葉樹の奈良を使っているっていう形ですね。でこのマークがですね日本でも本当少なくて、 FSC 認証を取れてるその森林というか、その木材を使ってるその木製品ってすごく少なくて、ちゃんとその管理されてるところから素材を取ってくるっていうところがコストはすごい高くなるんですけど、旬ブランドで商品を作るっていうことで少しでもちょっと安心できるというか、そういったところで今回は FSC 認証の木材、ヒノキも奈良も同じくなんですけどを採用しています。でナイフブロックは横から見ると和っぽいというか、で通気性もブロックって結構蒸れると水分でカビたりとかするんですけど、これだけ通気性良ければ、その辺もしにくいっていう形で。ヒノキの匂いもしてきましたね今ね。いい匂いですね。いい匂いで、あと最後がこの砥石ですね。砥石もですね、これダイヤモンド型の砥石になってて、上の1ミリだけちょっと層が違うの分かる？で下の部分はこれアルミでただの台なの。で上のこの1ミリの層でダイヤモンドが練り込まれてる砥石をくっつけてるのよこれ。
でなんでこんな薄くてもいけるかっていうとダイヤモンドが練り込まれてるんで、ほとんど減らないんです。減らないんだ。厳密には減っていくんですけど、かなり減りにくいからこの薄さでも十分めちゃくちゃ長く使えるっていうのがこのダイヤモンドとしての特徴で、よくあるのは表面だけダイヤモンドをこう粘着させてるようなやつもあるんですけど、それも最初はまあいいんですけど、それが結局表面しかついてないんでそれが取れたらもう終わりなんですよ。でどんどんこう検索力が落ちていく感じになるんですけど、これは練り込まれてるんでこの層の最後までは同じ形で使えるという。でこれは何がダイヤモンドいいのかというと、値段も高めではあるんですけど検索力がやっぱりすごいダイヤモンドは。で旬の包丁とか高い包丁って鋼材がいいんで、硬度が高いってことは研ぐのに時間かかるんですね。あと和包丁とかその厚みを研がないといけないっていう時にはもうめちゃくちゃパワーあるんで超高級やけど機能性もちゃんとあるっていうのがダイヤモンド砥石です。旬の商品をちょっと簡単に紹介させてもらいましたけど、概要欄からお買い求めできるようになってますんで、ご興味ある方はぜひお願いします。ぜひご覧ください。じゃあですね、このかげろうをねやっぱり使ってみたいなということで、今日はねどうしても冷やし中華をねなんか食べたくなったんで、了解です。でねやっぱ冷やし中華って何が一番大事だと思う？何が大事？見栄え。あ、正解。マジ？正解なのよ。ちょっとまあこのきゅうりとかトマトあんねんけど、ちょっと順番に作ってせーので出したいのよ。切り方は何？極秘？そうそう。嘘。普通の千切りの切り方は分からないんだけど。だからやってみよう。マジ？すげえもう恥ずかしめしかないよ。はい、じゃあ、平から見栄えが大事だからね。見栄えね。切ったらそれをもう直接盛り付けていく感じにしようか。了解です。これちょっとあっち行ってるんで、その間ちょっと好きな包丁を使って。はい。じゃあちょっとかげろうのいろんな包丁を使っていってみたいと思うんですけども、まずきゅうりをこちらでいきたいと思います。滑らかですね。ちょっとね普段料理しないものでこれちょっと恥ずかしいなこれ。どうしよう。これが果たして合ってるのかちょっとわからないですが、ちょっと千切りをしていきたいと思います。もう刃の入りがやっぱ滑らかですねこれ。次はハムもいきたいです。じゃあ最後はトマトで、トマトは小さめなもので。見ました。すごい気持ちいい。じゃあやっていきます。菰田さんに教えてもらった技術を使いたいと思います。やっぱり野菜とか細かい作業は僕はこれが大好きなので 150mm のユーティリティですね。これで菰田さんやってたやつね、こうやってマジックって言ってたやつ倒してでこう切っていくっていう。あんまり綺麗じゃないな。トマトどうしようかな。ちょっと細切りにしてみたいと思います。絶対こんなんじゃないよね。ちょっと真ん中にあれやな、なんかのしたいな。カニカマをこれも菰田さんに教えてもらったやつね。中はちょっと抜いてしてなんか食べた時にすぐ切れるネギ、これもちょっとのせよう。これで完成。持ってきて。おお、なるほどね。そう、聞いてない。これ聞いてない。カニカマ乗ってるやん。真ん中ちょっと開いちゃったからさ。でも美味しそう。あ、なるほど。勉強になったわ。盛り付けもお店の中の冷やし中華にしたかったんだけど、切った時にお店でこれ違う最初ね、切った後も大事なんだなって学びながら、もう夏だなって思ってひまわりだと。あ、なるほどね。あ、でも確かに見て、このきゅうり見て、これ菰田さんに教えてもらった切り方して。いやでも全然違うな。ちょっともうちょっと練習してる。僕も先尖るようにさっき携帯でちょっとこそっときためて。おい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 。いただきます。いただきます。
冷やし中華や完全にうん美味しい。これ一口で食べたのかじゃいけんの？あいけると思う。口大きいね。呼吸してみたいなね。呼吸しながら食べてるね。すごいね。すごい。拳手に入るぐらい口大きいよね。はい、はい。ということで後半ちょっとすごい脱線してきましたけど、はい。基本的には旬の新商品の紹介と、冷やし中華を、作ってみたということで、動画が面白かった方は、いいね、チャンネル登録、コメントなどお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。